こんにちは。今回は糖尿病をお持ちの皆さんにとって本当に大切な腎臓の話をします。こういうテーマってちょっと難しそうに聞こえるかもしれないですけど、大丈夫です。この解説で皆さんがご自身の健康管理にもっと自信を持てるように、一つ一つ分かりやすくお話ししていきますからね。お医者さんからもしこんな風に言われたら、いやー、ドキッとしますよね。誰だって不安になるし、頭が真っ白になっちゃうと思います。実際、多くの患者さんがそうだと聞きます。じゃあ、この言葉って一体どういう意味なんでしょうか。そしてもっと大事なのは、私たちに何ができるのかってことですよね。今回の話はまさにその答えを見つけるためのものです。一緒にはっきりとした道筋を探していきましょう。OK。じゃあ早速本題に入りましょうか。まず最初にやるべきことは、この腎臓が悪いっていう診断を正しく理解すること。これが自分の体を取り戻すための一番大事な第一歩になりますからね。実はですね、腎臓が悪いっていうのはたった一つの数字で決まるような単純な話じゃないんですよ。もっと地図の上で今自分はここにいるよって示す現在地みたいなものなんです。腎臓の健康状態を測るには大事な指標が2つあります。一つは GFR。これは血液をどれだけきれいにろ過できるかっていう腎臓の働きそのものですね。そしてもう一つがアルブミン尿。これは腎臓のフィルターから大事なタンパク質が漏れちゃってないかっていうダメージ具合を示します。この2つをセットで見ることで初めて腎臓の本当の姿が見えてくるっていうわけなんです。さて、このスライド、これものすごく大事です。これは慢性腎臓病 CKD の重症度を色で分かりやすくしたヒートマップと呼ばれるものです。例を挙げてみましょうか。ここに注目してください。 GFR が G2、つまり血液をきれいにする働きはまだ比較的保たれている状態でも、アルブミン尿が A3、つまりタンパク質の漏れがすごく多いと、ほら見てください。リスクは一番高い赤色のゾーンに入ってしまうんです。これ何を意味するかというと、心筋梗塞とか脳卒中のリスクがものすごく高い状態だっていうことなんですよ。だからこそ GFR とアルブミン尿、この両方の数字を知っておくことがあなたの未来を守るためにもう本当に決定的に重要なんです。では次に、腎臓の中で具体的に何が起こっているのか、そのミクロの世界をちょっと覗いてみましょう。高い血糖値っていうのは、いわば腎臓に対して静かに、でも多方面から攻撃を仕掛けてくる厄介な敵なんです。だから守る側も多方面からの防御が必要になってくるということなんですね。高血糖による攻撃は主に3つのルートからやってきます。まず1つ目、代謝ダメージ。これは余分な糖が腎臓のフィルター自体をカチカチに硬くしてしまうんです。2つ目、血流ストレス。フィルターの中の圧力が異常に高くなって物理的にじわじわとダメージを与え続けます。そして最後が炎症と線維化。ダメージを受けた場所を体が治そうとするんですけど、その結果元には戻らない硬い傷跡、いわゆる線維化が残ってしまうんです。この3つの悪いサイクルが静かに、でも確実に腎臓の機能を奪っていくんですね。でもここからは守りから攻めに転じる時です。ここからは腎臓を守るための具体的な防御作戦、3つの柱を皆さんと共有します。もう受け身じゃなくて積極的に力強く自分の体を守っていきましょう。その3つの柱っていうのがこれです。血圧のコントロール、血糖値の管理、そしてライフスタイルの最適化。ここで一つちょっと意外に思われるかもしれないですけど、実は血糖の管理と同じくらい、いえ人によってはそれ以上にこの血圧のコントロールが重要になるケースも多いんですよ。血圧の目標値は一般的には上が130、下が80未満を目指します。そして治療薬としてよく使われるのがラス阻害薬っていう種類のお薬です。この薬がなぜ第一に選ばれるかっていうと、ただ血圧を下げるだけじゃなくて腎臓にかかる圧力を直接和らげるっていう、いわば腎臓を守る特別な効果があるからなんです。昔は腎臓病というと厳しい食事制限をしてとにかく安静にっていうのが常識でした。でもその考え方はもう古いです。現代の科学が示しているのはむしろ賢い減塩と活動的な生活なんです。塩分を1日 6g 以下に抑える、これは大事です。でもそれに加えて安全な範囲で体を動かすこと、これが結果的に腎臓を守ることにつながるんですよ。さてここからが今日お話しする中でもしかしたら一番大事なことかもしれません。
皆さんの命にも関わる可能性のある本当に重要な情報です。集中して聞いてください。シックデイルールについてです。まず、シックデイって何か。つまり、体調が悪い日のことですね。具体的には、熱がある、吐いたり下痢をしたりしている、あるいは食事がまともに喉を通らない、そういう状態を指します。こういう時、体は脱水状態になりやすいですよね。すると、普段は何の問題もなく飲んでいる薬が、突然腎臓に大きなダメージを与える凶器に変わってしまうことがあるんです。大事なことなので繰り返します。体調が悪い日、シックデーには、普段はあなたの味方である薬の一部が危険なものに変わりうるんです。このスライドはもうスマホで写真撮って保存しておいてほしいくらいです。シックデーに特に注意すべき薬のリストですね。まず SGLT2 阻害薬やメトホルミンといった一部の糖尿病薬。これらは脱水や重い副作用のリスクが高まるので、シックデーには直ちに中止してください。次に先ほど出てきた血圧の薬 RAAS 阻害薬。これは自己判断でやめずに必ずすぐに医師に連絡して相談してください。そして一番気をつけてほしいのがこれ。市販の痛み止めによく含まれている N セイズですね。イブプロフェンとかロキソプロフェンとかですね。体調が悪い時にこれを飲むのは弱った腎臓の首を絞めるようなもの。もう絶対に禁止です。じゃあ具体的にどうすればいいのか。このシックデイの3原則を覚えてください。まず1つ目、事前相談。元気な時にあらかじめ体調が悪くなったらこの薬とこの薬は休みましょうねって主治医の先生と決めておくこと。2つ目、早期連絡。あれちょっとおかしいなと思ったらすぐに病院に電話すること。そして3つ目、水分補給。食事が取れなくても水やお茶、経口補水液などを少しずつでも飲み続けること。この3つの準備がいざという時にあなた自身を守る命綱になります。さあいよいよ最後のセクションです。ここまで学んできた知識を具体的な行動に移すためのあなただけのアクションプランをまとめました。今日からここから始めていきましょう。はい、これが今日から始めるあなたのための5つの行動計画です。1つ、自分の GFR とアルブミン尿の数値をちゃんと知る。これが自分の現在地を知るための第一歩。2つ、毎日家で血圧を測る。これが腎臓を守る最大の防御策になります。3つ、シックデーの計画を主治医と立てておく。これがいざという時のための保険です。4つ、毎日自分の足をチェックして傷がないか確認する。これは糖尿病の合併症を早く見つけるためですね。そして5つ目、定期的な診察を絶対にサボらないこと。専門家である主治医と一緒に歩んでいくことが一番確実な道ですから。これらがあなたの腎臓を、そしてあなたの未来を守るための具体的な一歩です。さて、この解説の最後に皆さんに一つだけ質問をさせてください。今日お話ししたことを踏まえて、あなたの腎臓を守るために、あなたが今日から始める最初の小さな一歩は何にしますか？